京都から駿の亀岡盆地。ここが太古の昔、一面真っ赤な血のような湖だったと言ったら信じますか？その不気味な湖の水を一気に抜いて平地にしたのは、島根で有名な出雲の神様たちなんです。実は京都には神々が挑んだ超巨大な水抜き工事の生々しい痕跡が今も神社としてくっきり残っています。今回は地質学でも証明されつつある赤い湖の謎と亀岡誕生のダイナミックな神話に迫ります。太古の昔、今の亀岡盆地は全て水に沈んでいました。その水は赤土を含んで濁っており、風が吹くと赤い波が立ったことから二の海と呼ばれていたんです。実はこの赤い波の立つ様子こそが丹波という地名のルーツになったとも言われているんですよ。この不気味な赤い湖を干拓して人々が豊かに暮らせる土地にしよう、そう立ち上がったのが出雲の神様として有名な大国主命です。ここから神々による壮大で前代未聞の水抜き工事が幕を開きます。巨大な湖の水を抜くには一人では不可能です。そこで大国主命は亀岡盆地の南端にある黒柄岳の頂に8柱の神々を集めて作戦会議を開きました。神々は樫船明神が巨大な船を作り、桑山明神がパワーを秘めた桑を用意し、木古の神が土を運ぶを準備します。そして現在の保津峡の入り口で、よし、この大工事の費用や役割は我々が引き受けようと決意を固めました。この工事を請け負ったエピソードから、その地には現在請田神社が建てられているんです。いよいよ巨大プロジェクトが始動。8柱の神々は樫船に乗り込み、現在の保津峡へと向かいます。持ち寄った桑や鋤を使って立ちはだかる岩壁を豪快に切り開いていきます。さらに神様がものすごいパワーで山そのものを蹴り上げるという荒技まで飛び出します。これが世に言う傑作伝説です。神々の圧倒的なパワーにより山が崩れ、溜まっていた膨大な赤い湖水が轟音とともに嵐山の方へと一気に流れ出していきました。水が完全に引いた後、そこには人々が豊かに暮らせる広大で肥沃な平地が現れました。大仕事を終えた神々の痕跡は今も町のあちこちに眠っています。水抜き工事の最前線には大工事を請け負った請田神社と開削に使われた鋤が祀られている桑田神社が川を挟んで対岸同士に鎮座しています。開拓に使った大量の桑を山のように積んだ場所には桑山神社が建てられました。ここで豆知識。この神社の秋祭りは亀岡祭りと呼ばれ、京都の祇園祭のように11基の山鉾が巡行する大きなお祭りで、口丹波の祇園祭として親しまれています。そして水が完全になくなってしまうと日照りの時に困るだろうと、水が乾き残った場所が大いなる糸として残されました。現在の大井神社です。境内には赤い湖の名残として赤く染まった二の池が今も伝説を伝えています。ここでもう一つ裏話。大井神社の神様は川を遡る時に急流で進めなくなり、鯉に乗り換えた伝説があります。ためその氏子の方々は鯉を食べることをタブーとし、鯉のぼりもあげない風習が残っているんですよ。最後にプロジェクトを指揮した大国主命と最新は亀岡の聖地出雲大王宮に祀られています。実はここが最大の驚きポイント。出雲大王宮は元出雲とも呼ばれています。伝説では大国主命はここで丹波の国づくりを終えた後、島根の出雲大社へ移って祀られるようになったと言われているんです。いかがでしたか？私たちが普段見ている亀岡の豊かな風景や保津川栗の裏には神々が挑んだワクワクする神話が隠されていたんです。驚くべきことに地質学の調査でも亀岡盆地がかつて湖だったことが確認されており、神話と科学が見事にリンクしています。次に亀岡を訪れるときは神々が切り開いた壮大な歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。それでは面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。